んにちは、ミルです。今日は日本人のあだ名の付け方の歴史についてお話をします。あだ名、本名の代わりに呼ばれる名前、ニックネームとも言いますね。友達同士での呼び名はあだ名がよく使われていると思います。今日はその歴史です。実はね、日本では1000年以上前から本当の名前とは別の呼び名を使う文化があったようなんです。まずは平安時代。平安時代は本名を簡単に呼ばない文化であったそうなんですね。当時、実名と呼ばれる本当の名前はとっても重要で神聖なものだと考えられていたそうなんです。ではね、どうやって呼んでいたのかというと、漢称で呼ぶ。例えば、何々中納言、何々少将などですね。有名な紫式部も本名ではなくて、式部という役職名に由来する呼び名だそうなんです。それから住んでいる場所で呼ぶこともあったそうなんですね。なので、この時代のあだ名は性格とかね、個性でもなく、身分とか社会的立場を示すものだったということですね。次は、鎌倉時代から戦国時代にかけての武士社会なんですが、ここでも実名を呼ぶことは避ける習慣があったようです。でもね、ここで面白いのは、武士は人生の中で何度も名前を変えていたということです。幼名といってね、幼少期だけに使う名前があったり、元服後の名前があったりしたそうですよ。元服というのは男子の成人を示す儀礼だそうです。それからね、通称があって、出家後の名前というのもあったそうです。なので、当時の名前は成長とかね、立場の変化と結びついていたということですよね。で、時代は進んで江戸時代。江戸時代はあだ名文化が大きく発展した時代だと思います。理由は3つ。都市化、庶民文化の発達、言葉遊びの流行ですね。都市化、18世紀のね、江戸は人口100万人の世界最大都市だったと言われていますよね。で、人が多いですから、一人一人覚えるために特徴が必要になります。そこで性格とかね、癖を使った呼び名が広がったようです。それから庶民文化の発達。この時代にね、落語とか川柳などのね、笑いの文化が発展しました。あとね、面白いのが、何々べという形ですね。今でもね、使われてるんですよ。のんべえとかね、すけべとか。はい。もともとね、この何々べというのは官職名だったそうなんですが、江戸時代にはね、庶民の男性名の語尾として一般化したそうなんです。なんかね、親しい間柄で使う愛称だったようですね。で、このべに性格をつけたんですよ。例えば、お酒を飲むのが大好きな人は、飲む、べでね、のんべえ。はい、これね、今の時代も使いますね。私の父はね、本当にのんべえですね。お酒飲むのが大好き。はい。それから、スケベー。今で言うスケベですね。性的な好奇心が強い人という意味です。江戸時代はね、スケベーと呼ばれていたんでしょうか。スケというのは、補佐するとか手助けをするという意味があるそうで、江戸時代ね、すごく多い名前の一部だったそうなんです。つまりね、スケベという名前自体は、昔のね、町人とか武士に普通にある名前の組み合わせだったんですね。しかし、そこに性格がくっついたようなんですね。スケ自体にね、優しくて手助けするっていうイメージがあるので、ちゃっかり女の人に声をかけるという軽いイメージが作られたようなんです。ちゃっかりというのは、要領よくね、自分の利益を確保する様子を表す言葉です。本当にあなたはちゃっかりしてるねとかね、こうやって使うんですが、皮肉とか冗談とかね、あんまりいい意味では使われない言葉です。なので、スケベというあだ名の意味は、
優しく手助けしながらも、ちゃっかり女性に声をかける人っていう意味になったようですよ。そこから今ではね、スケベという言い方に変わって、性的好奇心が強い人という意味で使われているということなんです。面白いですね。で、次はね、棒、何々棒、食いしん坊、甘えん坊、暴れん坊とかね、今もよく使われますが、棒っていうのはもともとね、子供とか若者を指す言葉でした。なのでね、ちょっと子供っぽいとか、どっか可愛い、こんな印象を受けます。米よりもね、柔らかい印象です。で、今のね、食いしん坊は江戸時代どう呼ばれていたかというと、食いしんべヱ、さっきのね、何々べヱとかね、食いすけ。はい。あとはね、食い坊。はい。こんな形で呼ばれることが多かったそうです。食べることが大好きな人、食いしん坊と言います。で、次は学校文化です。江戸時代じゃないや、明治時代に入ると、すべての国民が名字を持つようになりました。そしてね、本名で呼ぶことが当たり前になっていったということですね。あとね、学校制度が始まりましたよね。ここで新しいあだ名文化が生まれたということですね。で、時代は進んでね、私が生まれ育った昭和時代の話をすると、名字とか名前にちゃんとかね、ちをつけたりしていました。例えば私の同級生に山本という名字の人がいたんですが、その人はね、山ちゃんと呼ばれたり、山っちって呼ばれたりしていました。あとはね、中村という名字の人もいたんですが、中ちゃん。渡辺という名字の人はね、なべちゃんとか、渡辺っち。あとはね、なべっちとかね、いました。で、名字だけではなくて、名前で言うとね、さとし。男の子の名前で多いですね。さとしくん。さとしという名前の人がね、さとちゃんって呼ばれてました。あとはね、大輔。これもね、男の子の名前に多いんですが、大輔だったらね、もう大体あだ名は大ちゃんですね。はい。それから女の子の名前でね、はるかという名前の子がいたんですが、はるっちって呼ばれたりね、はるちゃんとかね、呼ばれてました。あとね、はるかっちともね、呼ばれていました。でね、繰り返す時もあります。まいっていうね、名前、まいまいって呼ばれたりしてましたね。あとね、りんをつけたりね、えみという名前の女の子ね、えみりんって呼ばれてました。はい。こんな感じですね。で、現代はどうかというと、最近の学校では、あだ名禁止という学校が多いようです。名字、名前にさんをつけて呼びましょうということです。で、この理由はね、あだ名によって傷つく人がいるからです。いじめにつながる危険性があるから、あだ名はつけないで、名字または名前にさんをつけて呼びましょうということのようですね。なので、先生もね、生徒の名前にさんをつけて呼んでいるそうです。昔はね、普通に呼び捨てでしたね。例えばさっきのね、渡辺さん、渡辺っていう名字だったら、はい、渡辺っていう感じで、呼び捨て、さんもね、くんもちゃんも何もつけない。呼び捨てだったんですが、今ではね、普通の会話でも、叱るときも、いつでもね、必ず先生は生徒の名前にさんをつけて呼ぶということになっているようですよ。それからインターネットが普及してハンドルネームを自分で作るようになりましたよね。ハンドルネームというのはインターネット上で使われるニックネームのことです。例えば私のこの YouTube チャンネルはね、ミルというハンドルネームです。これはね、私が考えた名前です。これね、見るにかけて見るにしました。これ聞いてるだけだとちょっと意味わからないと思うんですが、ポッドキャストだけど、日本語も見られる。ということでね、見る、日本語。ということで、見るにしました。はい。日本語のね、見るだけだとちょっと意味がね、変なので、アルファベットにしてね、見るという名前をつけたというわけですね。はい。これもね、すごく大きな変化ですよね。昔はあだ名っていうのはね、自分以外の人が作ったと思うんですが、
今ではね、自分で本名以外の名前を作って、それをインターネットで発信する。はい、面白いですね。ということで今日は日本人のあだ名の付け方の歴史についてお話をしました。じゃあ、バイバイ。